NISA で S&P500 に100万円を入れているとするのだ。今日その資産に直撃する決算が台湾から出てきたのだ。 TSMC の四半期純利益が前年比 58% 増、約 4.3 兆円という記録的な数字なのだ。4.3 兆円って日本の防衛予算の半分近くじゃない。でも TSMC って半導体メーカーよね。それが世界の投資にどう関係してくるのかしら。今日は3つのことがわかるのだ。第1に、なぜ TSMC だけがこんな利益を出せるのかという構造的な理由。第2に、AI 需要がどこまで続くのかという見通し。そして第3に、NISA や日本株への具体的な影響なのだ。半導体の話って難しそうって思ってたけど、NISA への影響までつながるなら聞かないわけにはいかないわね。TSMC って最近よく聞くけど、実態はどういう会社なのかしら。TSMC を一言で説明するなら、世界の半導体工場の大家さんなのだ。NVIDIA も Apple も AMD もチップを設計はするけど自分では作れないのだ。製造を全部 TSMC に委託しているのだ。世界最先端の半導体製造シェアで見ると TSMC は約 60% を握っているのだ。 60% って世界の最先端チップの6割が台湾の一社から出てるってこと？それって料理の塩みたいなものじゃない。塩がなければどんな食材があっても料理が完成しないみたいな。まさにその例えが正確なのだ。これが TSMC の強さの第一の理由。代替不可能性なのだ。最先端の2ナノメートルプロセス、つまり髪の毛の5万分の1という極小サイズの回路を量産できる工場は世界で TSMC と韓国のサムスンの2社しかないのだ。しかも AI 向けの最高性能チップは TSMC にしか頼めない状況なのだ。第2の理由は AI ブームのタイミングが完璧に重なったことなのだ。チャット GPT が爆発した2023年以降、 NVIDIA の GPU 需要が桁違いに増えたのだ。今やデータセンター向けチップの売り上げがスマートフォン向けを超えたのだ。2年前には誰も予測しなかった逆転劇なのだ。スマホより先にデータセンターって私たちが毎日使ってるチャット GPT やジェミニが裏側で TSMC のチップを燃やし続けてるってことよね。なんか SNS を1回開くたびに TSMC が儲かってる気がしてきたわ。それは正確な直感なのだ。実際 TSMC の CCY CEO は決算会見でこう言ったのだ。 AI 関連の需要は想定を大幅に上回っており、需要の底が見えないとロイターによると、今年の設備投資予算は390億ドル、約 5.9 兆円に引き上げられたのだ。これは去年から 25% 増なのだ。でもここで立ち止まって考えてほしいのだ。報道の多くは TSMC は絶好調で終わっているのだ。だが実はこの好調の裏に3つの地雷が埋まっているのだ。それを知らずに NISA で半導体株を買うと大やけどする可能性があるのだ。3つの地雷？絶好調なのに地雷があるってどういうこと？それはさすがに聞いておかないといけないわ。地雷の1つ目は地政学リスクなのだ。 TSMC の最先端工場は 99% が台湾に集中しているのだ。台湾有事が起きた場合、世界の先端半導体供給が止まるのだ。これはコロナ禍の車の半導体不足の日ではないのだ。米国が TSMC をアリゾナ州に誘致しているのも供給を台湾に依存しきることへの危機感からなのだ。地雷の2つ目は米国の輸出規制リスクなのだ。バイデン、トランプ両政権を通じて米国は TSMC が中国に最先端チップを売ることを禁止してきたのだ。中国は世界最大の半導体市場の一つなのだ。この規制が今後さらに厳格化されれば TSMC の売上の上限が人為的に作られるのだ。ちょっと待って、それって原因と結果が複雑よね。規制で中国に売れないから損するけど、AI 需要で他が伸びてるから今は相殺されてる、みたいな感じ？規制がもっと厳しくなったらそのバランスが崩れるかもしれないわね。まさにそのバランスが今の構造なのだ。そして地雷の3つ目が最も見落とされているのだ。AI バブルの終わりが来た時のカウンターリスクなのだ。歴史を振り返ると、2000年の IT バブル崩壊の時、半導体メーカーの株価は 90% 以上下落したケースもあったのだ。今回も同じことが起きないという保証はどこにもないのだ。ここまでをざっくりまとめるのだ。TSMC は今クォーター最高益を叩き出した。その理由は AI 向けチップ需要の爆発で、代替不可能な独占的地位にある。ただし台湾リスク、輸出規制、AI バブル崩壊の3つの地雷も実在するのだ。ここからは、じゃあ日本の投資家として何を考えるべきかに進むのだ。日本への影響を具体的な数字で見ていくのだ。NISA で S&P500 インデックスファンドに投資している人にとって
TSMC は間接的にポートフォリオに組み込まれているのだ。S&P500 の半導体セクター比率は約 13%。その中で TSMC 関連銘柄の NVIDIA と Apple だけで 6% 近くを占めているのだ。つまり100万円を S&P500 に入れていれば、TSMC の動向に連動する部分が約6万円分あるのだ。TSMC の株価が仮に 30% 下落すれば、それだけで1万8000円のマイナスになる計算なのだ。今日の 58% 増という決算はポジティブだが、逆方向に動く可能性もこれだけ大きいということなのだ。それって、AI ブームの恩恵を受けながら、同時に AI バブルのリスクも引き受けてるってことよね。私は正直、NISA で長期積み立てしてる人がこの構造をどれくらい意識してるのかなって気になるわ。意識せずにリスクを取ってる人が多いんじゃないかしら。その問いは鋭いのだ。実際、日本の個人投資家の NISA 口座残高は2026年3月時点で累計45兆円を超えているのだ。その多くが全世界株や S&P500 に集中しているのだ。TSMC という台湾の一社の工場に、日本人の老後の資産の一部が知らないうちにかけられているという構図なのだ。ちょっと逆の見方をしてもいい？むしろ AI が世界を変えていく流れは止まらないとも言えるわよね。TSMC がリスクだとして、じゃあ AI 半導体に乗らないという選択が正解なのかしら。乗り遅れた方がもっと損するって見方も十分あり得るんじゃない？それが正しい問いなのだ。実は、ここに複数の専門家の見解が分かれているのだ。モルガン、スタンレーは、AI 半導体需要は2028年まで年率 40% 成長が続く、と強気なのだ。一方でゴールドマン、サックスは、AI の生産性効果は過大評価されており、投資回収に疑問がある、と慎重論を出しているのだ。同じ事実を見て、真逆の結論が出ているのだ。冒頭で、NISA に100万円入れている人に直撃すると言ったのだ。これが答えなのだ。TSMC の 58% 増という数字は確かにすごい。でも、知らずに持っているリスクと、知った上で持つリスクは全く別物なのだ。今日の話で、そのリスクの顔が見えたはずなのだ。では最後に、僕自身の見立てを言うのだ。TSMC の今の強さは本物だと思うのだ。AI は電力、医療、自動車と融合して少なくとも5年は需要が続くと見ているのだ。ただ、1ヶ月後、3ヶ月後、半年後という時間軸で考えると、リスクの顔が変わるのだ。1ヶ月は AI 決算シーズンの継続で強含み、3ヶ月は米中対立の再燃で荒れる可能性大、半年は台湾周辺の地政学動向が最大の鍵になるのだ。今日覚えてほしい数字は一つね。NISA100 万円のうち6万円分が台湾の TSMC と連動している。これを知った上で持つか、知らずに持つかは大きな違いだわ。ちなみに、あなたは今の AI 半導体ブームはまだ続くと思う？コメントで教えてほしいわ。このチャンネルでは毎日海外のニュースを日本語でわかりやすく解説しているのだ。TSMC の次の決算や台湾情勢の続報も追い続けるのだ。チャンネル登録と高評価で応援してほしいのだ。次回は AI 半導体戦争でもう一つの主役、NVIDIA が直面している意外な壁を掘り下げる予定なのだ。お楽しみにするのだ。